皆さんご視聴ありがとうございます。 DJ チョミヤです。今回は NBOX カスタムターボオーナーの私が7月に発売されたばかりの新型 NBOX カスタムターボのマイナーチェンジモデルをオーナー目線で徹底チェックします。それでは行ってみましょう。 DJ チョミヤカーライフチャンネル。 DJ チョミヤカーライフチャンネルでは常に皆さんと同じユーザーの視点に立ち、等身大のリアルなカーライフの楽しさを共有しています。新型車の本音レビューを中心に、あの頃憧れた懐かしい名車レビュー、そして最新ナビや車内ガジェットの使いこなしまで、車のある生活をフルに楽しむためのヒントをこれからもたくさんお届けしていきますので、まずはチャンネル登録、高評価、そしてハイプを押して応援をよろしくお願いします。今回ご紹介するのは先日マイナーチェンジされた王者 NBOX のカスタムターボ。まずは今回のマイナーチェンジに至った経緯とコンセプトについてお話しします。3代目として登場した前期型 NBOX カスタムは上品でクリーンなデザインに舵を切ったものの、一部のユーザーからは少しおとなしすぎて迫力が物足りないという声もありました。そこでホンダが迅速に手を打ったのが今回のマイナーチェンジです。コンセプトはカスタムシリーズに圧倒的な威風堂々たる存在感を取り戻すこと、まさに王者の風格を再び手に入れるための攻めの改良となっています。続いてグレード構成と気になる価格について前期型と比較しながら詳しく見ていきましょう。今回のマイナーチェンジに伴い全ラインナップで価格改定が実施されました。特に私がオーナーであるカスタムターボの FF 仕様は前期型の212万9600円から後期型では243万6500円となり、30万6900円の値上がりとなっています。さらに最上級のカスタムターボコーディネートスタイルのツートン仕様に至っては前期型の234万1900円から後期型では265万8700円と31万6800円アップしています。これだけ見るとものすごい値上げに感じますが、中身を知ると印象が180度変わります。実は今回のマイナーチェンジ、これまで個別オプションだった人気装備がこれでもかと標準化されているんです。カスタムターボを例に挙げると、前期型では24万5000円だった9インチナビに加え、従来は約3万円だった ETC2.0、 さらに従来は2万9700円のディーラーオプションだった LED フォグライトがなんと最初から標準装備になりました。さらに以前は一口で1万3200円だった鉱石 USB チャージャーがなんと2口に増えた上で標準装備になりました。これらを単純に足し算するだけでなんと31万8100円分もの装備が最初からついている計算になります。つまり値上がり分の30万6900円を完全に超えるお買い得仕様になっているんです。そしてさらに驚くのが最上級のコーディネートスタイルです。こちらの31万6800円の値上がりの中にはナビ、ETC、USB に加えて従来は7万2600円だったマルチビューカメラや2万9700円だったフォグライトまで標準装備化されています。なんとこれらを単純に足し算するだけでも合計39万円を超える計算になるんです。そこへさらに前期型には設定すらしなかったステアリングの360度全面が温まるステアリングヒーターまで新規で標準装備されているわけですから、本当に驚きです。つまり実質的には値上げどころか個別でオプションをフル装備するよりもはるかにお得になっている超バーゲンプライスなパッケージングなんです。一見高く見えるけれど実はめちゃくちゃお買い得というこの仕掛けは購入を検討している方にとって絶対に見逃せないポイントです。それではエクステリアを見ていきましょう。一番の注目ポイントはガラリと変わったフロントマスクです。前期型のおとなしい表情から一転し往年の迫力顔が見事に復活しました。フロントグリルとバンパーの造形を見直し、ロア部にロー&ワイドを強調した迫力あるグリル構造を構築しています。さらに常時点灯するフロントアクセサリー LED と LED フォグライトを採用したことで視覚的な重心が下がって道路上での存在感がものすごく強くなっています。これぞカスタムに求めていた顔つきだと納得される方も多いのではないでしょうか。ボディサイズは軽自動車の規格上限を極限まで有効活用したパッケージを維持しています。ホイールベースはクラストップレベルの 2520mm を確保し、驚異的な室内の広さを実現しています。最小回転半径は標準モデルの14インチ装着車が 4.5 メートルなのに対し、15インチを履くカスタムターボはタイヤの切れ角の関係で FF 車が 4.7 メートル、4WD 車が 4.8 メートルと少しだけ大回りになります。サイドビューはスーパーハイトワゴンの効率的なシルエットはキープしつつ足元が引き締まっています。カスタムターボには
前期型から定評のある15インチアルミホイールが標準装備され、ピューターグレー&切削塗装を組み合わせたスポーティーなデザインに仕上げられています。品がありながらもしっかりと走りの良さを予感させる完成度の高いサイドプロファイルです。最後にリアデザインです。リアデザインも大きく変更され、前期型カスタムで樹脂のプラスチック感が目立ち、せっかくの質感を損ねている不評だったリアバンパー下部の黒いロアパネルが今回完全に廃止され、美しいボディ同色に一本化されました。その上で新たにクロームメッキのラインを横方向にレイアウトすることで、リアビューの視覚的な安定感とラグジュアリー感が劇的に向上しています。また前期型から変更された新デザインのテールライトのおかげで後ろ姿の満足度は格段に上がっています。新型 NBOX カスタムターボのエクステリアは前期型で物足りなかった迫力と高級感が今回のマイナーチェンジで見事に大復活したと言えます。フロントの圧倒的な存在感とリアのバンパー同色化によるスタイリッシュな塊感、まさに軽自動車の王者がふさわしい風格を取り戻した完璧な仕上がりになっています。一目見ただけで欲しくなる文句なしのかっこよさです。それでは続いてこれまた驚きの進化を遂げたインテリアをチェックしていきましょう。車内はブラックを基調とし、艶やかなピアノブラックと上質なクロームメッキの過色を精緻に組み合わせた非常にモダンでスタイリッシュな空間に進化しています。また夜間の運転を心地よく演出するインテリアイルミネーションはこれまでの温かみのあるアンバー色から深みのあるナイトブルーへとカラーが変更されました。 LED ルームランプとも相まって夜間はまるで都会のラウンジにいるような非常に洗練された雰囲気を作り出してくれます。シートの表皮はブラックにガンメタやボルドーを組み合わせた高品質のトリコット生地を採用しています。一方で最上級のコーディネートスタイルを選ぶと前面がプライムスムースと呼ばれる合成比較シートになります。これは非常にしっとりとした食感で耐久性も高く、軽自動車とは思えないプレミアムセダンのような極上の座り心地を提供してくれます。また大型センターアームレストの素材にも違いがあり、カスタムターボはトリコット生地、コーディネートスタイルはプライムスムースとなっています。ちなみに私のカスタムターボはコーディネートスタイルのものに換装してあります。運転席に座ると手に馴染む本革巻きステアリングホイールが迎えてくれます。なお今回のマイナーチェンジで話題の360度全面が温まるステアリングヒーターはコーディネートスタイル限定の装備となっており、このカスタムターボには搭載されませんのでご注意ください。運転席の正面には高い視認性を誇る7インチ TFT 液晶メーターを配置。インパネ全体は水平基調のフラットなデザインになっており、前方視界がすっきりと見渡せて非常に運転しやすい設計になっています。助手席の前にはスマホや小物を置ける便利なトレイがあり、その下にはボックスティッシュが丸ごと収まる大容量のグローブボックスも用意されています。そしてインフォテインメントにおける嬉しいトピックがこの9インチのギャザーズナビ、さらに ETC2.0 車載機の標準装備化です。最初から ETC までついてくるので、すぐに高速道路へ快適に飛び出せるのは本当に嬉しいです。シフトレバーに目を移すと、ここにはオーナーなら絶対に拍手を送りたくなる大改善があります。前期型ではウレタン素材になっていたシフトノブが今回のマイナーチェンジで待望の本革巻きへと復活しました。実は2代目までは本革巻きが標準だったんですが、3代目の前期型になってカスタムであってもウレタン素材に格下げされてしまい、多くのユーザーから不満の声が上がっていたポイントなんです。触れる機会の多い部分なだけにユーザーの声をしっかり聞いて質感に妥協せず本革巻きに戻してきたホンダに拍手を送りたいです。その横には今や必須となった電子制御パーキングブレーキとオートブレーキホールドのスイッチが使いやすく配置されています。さらに前席で地味に嬉しいアップデートがあります。前期型ではシンプルなシングルリングだったエアコン吹き出し口のメッキリングが今回のマイナーチェンジで華やかなダブルリングに変更されたことで、インパネ全体の高級感が格段にアップしています。続いて後席をチェックしていきましょう。シート表皮は前席と同様高品質なトリコット素材が使用されており、カスタム系には後席アームレストも標準装備されているのは嬉しいポイントです。さらに後席の利便性をぐっと引き上げてくれる装備がしっかり用意されています。前席のシートバッグ背面の上部にはスマートフォンをさっと差し込んでおけるアッパーポケットが復活しました。前期型では省かれてしまっていたこのポケットですが、ちょっとした小物を置いておくのに本当に重宝します。さらにその下には運転席と助手席の両側に折りたたみ式のシートバックテーブルもしっかり完備されています。ドリンクホルダーやちょっとしたおやつを置くスペースがあるので、長距離ドライブの快適性が一気に高まります。さらに左右のシートバック下部にスマホ急速充電用のタイプ C ポートがそれぞれ1つずつ
合計2口も新たに全車標準装備されました。前期型ではディーラーオプションで1口だけだったものが最初から2口用意されているのは本当に便利です。そして2つ目は強い日差しを遮りプライバシーを守る格納式のロールサンシェードです。これまでは上位グレード限定だったこの装備が今回のマイナーチェンジでついに標準モデルを含む NBOX 全グレードへ完全標準装備化されました。ホンダの快適さへのこだわりが強く感じられる素晴らしい改善です。最後にラゲッジスペースをチェックしていきましょう。開口部の高さは 1205mm、 横幅は 1120mm を確保。そして地面からの荷室の高さは軽自動車トップクラスに低いわずか 470mm となっています。重い荷物でも腰を痛めることなくスムーズに積み下ろしができるのが最大の強みです。後席を一番後ろまで下げた状態での奥行きは 440mm ですが、一番前までスライドさせれば 630mm まで拡大します。さらに後席をダイブダウンして折りたためば最大 1535mm のフラットなスペースが出現し、なんと27インチの大人用自転車が前輪を外すことなくそのまま積み込めてしまいます。シートを畳んだ際、背面の構造上完全な真平らではなくわずかに段差や傾斜は残りますが、日常の使い勝手において不満に思うシーンはまずないと言っていいでしょう。それではここまで新型 NBOX カスタムターボのマイナーチェンジ後の内外装を見てきました。約30万円の値上がりに見えて、約32万円相当のナビや ETC、LED フォグなどが全て標準化されており、実質は値下げという驚きのお買い得仕様です。さらに本革巻きシフトノブやアッパーポケットの復活、エアコンのダブルリング化など細部の質感向上も文句なしの仕上がりでした。そして実は今回のマイナーチェンジ、走りにも違いがあるらしいので、そのあたりはまた試乗レビュー編で前期型オーナー目線でじっくりとお伝えします。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。